こんにちは。じゃあ、ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。お願いしはい、今日は久々に鈴木さん登場ですが、はい基本に変えるっていうことで、鈴木さん介護初心者ということでいくつか動画上げさせてもらってますけど、久しぶりになるのでここらでね基本に変えていただこうということで、今までこの動画をお伝えしてなかったので、鈴木さんには体を近づける、自分の体重を利用する、たった2点、これ僕たちが、YouTube 始めてもう最初からずっと言ってることですけど、ボディメカニクスってあると思うんですけど、その中でもこの2つを、特に重点的にやっていただけたら介護が楽になるっていうのを鈴木さんに体感していただけたらなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を、紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。では基本の基本ですね、やっていきます。はい、ではね、基本ですね、介護動作介護技術の基本ということでいつもお伝えしている2点、体を近づけることと自分の体重を利用する、この2点がいかに大事かってことなんですけれども、この2点をやる理由としてはやっぱりご自身の体を守ることですね。腰を痛めないように解除していくことっていうことがまず一つで、もう一つが利用者様に対して、介護負担ですね、解除される側の負担を減らすっていう部分で、この2点でお伝えしてます。じゃあ実際に一番簡単な解除ってなると寝返りですね。おむつ交換の際とか起き上がる際とか、寝返りの解除って使うと思うんですけど、じゃあ寝返りを、していただくんですけど、じゃあまずね、もうあえて体を遠ざけて、体あんまり近づかずにやってみてください。はい、はい、お願いします。はい、失礼します。遠ざけていいんですね。はい、もうあえてね、もうあえて極端にやってもらったらいいと思います。はい、はい、そういうやり方と、はい、はいはい、今度はもう一個、体を近づけるのともう一つ、ごめんなさい、自分の体重を利用するってところなんで、はい、体重利用せずに手の力だけでやってみてください。近くていいんですか？近くなくていいです。遠くてなおかつ、手の力だけでいくと、はい、寝返りでね、山田君自身軽いと思うのでそんなに負担にはならないと思いますけど、はい、じゃあ今のを体を近づけた上で、はい、体重を使ってください。引っ掛けて手は固定で後ろに倒れるみたいな感じで、はい、はい、どっちが楽ですか？そうですね、今の方が楽です。正直に言ってくださいね。今の方が楽です。ですね。はい、はい、じゃあ、今のをね分かっていただいた上で、じゃあ今度起き上がり動作ですね。起き上がりの解除もやってみましょう。じゃあこの後寝返った後起き上がりが必要になってくると思うんですけど、はい、寝返りよりも負担は大きくなります。はい、じゃあまず体を遠ざけた上で、できる限り手の力だけでやろうとしてみてください。はい、はい、あえてね、これははい、はい、あえてね体を離した上で、手の力だけでやってみてください。普段はねこんな解除しないと思いますけど、いきます。はい、はい、結構勢いつきましたね。はい、じゃあ今度もう一回寝ていただいて、体を近づけて自分の体重と、あと利用者様の体重を使って起き上がっていただいてください。はい、はい、これはね鈴木さん1回前の動画でね得得してると思う技術ですので、ちょっと不安ですが、はい、やってみてください。はい、失礼します。よいしょ。体近づけてですね。はい、体近づけて、はい、足ね、両下の体重をね利用しながら自分の体重も利用して起きていただくと。はい、はい、ちょっと見た感じでねどう違いがあるか分かりにくいかもしれないですけど、何か意識したことってありますか？そうですね、もう体近づけて、あとは足を落としたら体が起きるっていうのを習ったので、てこの原理を使ってってことですね。はい、実際どうでしたか？今と前後少し楽だった気がします。はい、はい、じゃあ最後異常ですね。異常をやってみようかなと思うんですけど、はい、もうあえて、もう解除バーをこうしておいて、こっちに車椅子をつけたいところなんで、はい、こうしましょう。はい、はい、これでじゃあやってみてください。ちょっと見えにくいですが、やってみましょうか。はい、はい、まずじゃあ体遠く、はい、手の力だけでやろうとしてみてください。はい、
ちょっと高いです。はい、まあ、車椅子も遠いですね、だいぶね。はいはいはい、体遠くですね。遠く重い重いですね。はい、じゃあもう一回戻っていただいて、じゃあ今度あえてねしっかり近づいて、はい自分の体重をこれまた利用してみてください。はい、今はいはい、OK です。まあどう違いましたか？だいぶ楽ですね。だいぶ楽になりますか？はい、わかりました。じゃあもう一回ちょっと、まあ異常に関してはちょっと体近づけすぎるとリュウスさんのねお辞儀を妨げてしまったりもするので結構難しい距離感ではあるんですけど、まあできるだけ近づいた上でお辞儀もしてもらいながら、まあ、自分の体重も利用しながら移乗するですね、そしたらだいぶ腰の負担は減るのかなと思います。はい、はいはい、で、まあ、体を近づけて自分の体重を利用するって何がいいかっていうと、まあ、指先に力が入りにくくなります。はい、なのでやっぱりリュウス様に対して不快な思いをさせないっていうことと、まあ、皮膚にね負担をかけないということでもいいことなので、まあ、遠くから力でやろうとするとどうしてももう指先に力が入ってしまって痛くなってしまったり余計にね緊張させてしまったりもしますので、そういった意味でも体を近づけて、まあ、自分の体の大きな筋肉を使う、そういった意味でも体を近づける。で大きな筋肉っていうのは力もね強くなってますんで、先の筋肉よりかも力が発揮しやすいので、その筋肉の力プラス体重を利用することで、まあ、少ない介助量で腰の負担も少なくリュウスさんの負担も少なく、まあ、介助ができるってことですね。はい、じゃあね今山田君体重が今57キロぐらいですか54号ぐらいですね。54号で僕が今70ぐらいあるので、まあ、体重差15キロぐらいつくのでちょっと変わってあえてね重たい利用者役でやってもらいたいと思います。その方が違いがねはっきり分かると思いますんで、はいはい、じゃあまあ一連の流れでねやっていただけたらなと思います。はい、はい、お願いしまはい、まずはねちょっとしんどいバージョンでやってみてください。す。しんどいバージョンもするんですね。はい、しんどいバージョンでじゃあ寝返り起き上がり以上やりましょうか。はいはいはい、ごい。はい、じゃあ以上ねこっちに車椅子があるとしてやりましょうか。もうあるとしてでいいはいの？はい、はいはい、はい、OK です。はいはい、じゃあはい今度、ちゃんとね体を近づけて自分の体重を利用するっていう点を踏まえてやってみてください。はいはいはい、 OK です。はいはい、どうでしたか？そうですね。やっぱり体遠いとだいぶしんどいですね。はい、はいまあ、でやられてる側もぜひねちょっと体験していただきたいんですけど、全然違って、まあ、やっぱ指先に力入ってる感じもすごいわかるし、あと力使ってやってるっていうのはわかるので、結構勢いでやってる、勢い余って寝返りしすぎたり起き上がりの時ももうグルーンっていう感じでやってたり、まあ、そういったのもねすごいやられてると感じることなので、まあ、実際やってもらうっていうのも一つかなと思います。はい、はいはい、ということで、まあ、今日は基本に変えるってことで、まあ、体を近づける自分の体重を利用するこの2点で、お話しさせていただきました。じゃあ実際鈴木さん、まあ、ずっと感想聞いてましたけど最後にまとめて感想をお願いします。はい、まあ体遠くでやるとやっぱりしんどいんですけど、できないことはないんですけど、やっぱり指に力が入ってて痛そうだなっていうのと、それを毎日こう積み重ねていくとすごいしんどいだろうなと思うので、やっぱりちゃんと体近づけてやらないといけないなと学びました。はい、まあ今あえてかなり離れましたけど、あれがちょっとでも違うだけでね積み重なって腰に負担かかったりもしますので、本当に日々のちょっとしたことですけど気をつけてください。じゃあ皆さんワンポイントアドバイスをお願いします。はい、体の距離なんですけども、近づけすぎても力っていうのは発揮しにくいので、遠すぎず近すぎずの一番いい距離っていうのもできるだけ練習をしていただいて自分の距離を探っていただくのがいいかなと思います。はい、
ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を紹介していきますので、チャンネル登録ご理のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。